さあ始まりました。古民家 DIY の時間です。前回の動画で田の字の部屋の壁を落としましたんで、今回は田の字の部屋の天井をドーンと落としていきたいと思います。この天井ですね、田の字なので4部屋ですね。こっちの部屋で、この部屋で、この奥の部屋とこの部屋、全部で4部屋の天井を落としていきます。それではまずこの天井裏をチェックしてみたいと思います。スライドしておお、スライドできるようになってるんで、この昔のいわゆる点検口ですね、これは。さあそれでは屋根裏チェックをしてみましょう。よいしょ、こんな感じですね。おー、すごいうわー、これがすごいの？すごいですね。うわー、すごい。うわ、こんな感じでいっぱいね、なんか土みたいなの乗ってますね。今から剥がしていくんですけど、ここがくっついているので、これをねちょっと剥がしていきたいと思います。これを剥がすと天井がね剥がれてくれそうなんで、ちょっと地道に1枚ずつやっていきたいと思います。これか。すごいほこり。これ。すごいわ。こんな感じで非常にこう軽い部材ですね。本当に薄っぺらい部屋。いやー、すごい。なんかもう真っ黒ですね、これ。うわ、ほこりがすごい、ほこいやー、これ見てください、これ土ぼこりがいやー、めっちゃ落としましたよ。これ見てください。ドバーン、中2階みたいになってるのかな、ここは。なんか竹でまだなんかワンフロア上にある感じですね、あれ。なのでこの竹の上はまだあれ黒いですけど、あれ土壁ですね。まだ上まであの梁まで続いてますね。で隣の部屋は友達がガンガン面でくれてます。夜によってこんな時によく来たなありがとうねこれが部屋の隅にあった、これがね天井部分に、ここがね、この部分が天井のところに見えてた部分ですね。なんかまあコメントでもねいただいてたんですけども、
妖怪養うに蚕って妖怪って言うのかな。多分妖怪だと思います。まだ間違えてたらテロップで直します。妖怪の何かに使われてたんじゃないか、換気扇っぽい役割だったのかなっていう雰囲気もありますね。南側の部屋を落としましたんで、次はこちら北側の部屋を落としていきます。ちょっとこの点検口から天井裏にこう異物的なものがないか確認します。よいしょ。なんか重たいもんとかねあると危険なのでないですね。よっしゃー、完了。終わりと思ったんですが、まだこの天井のこの横に走ってるねこの木をね外して終わりたいと思います。これはホゾが切ってあってドンとねこういう風に置かれてるだけなので、こうグッと持ち上げるとこれが外れる仕組みになってるので、これを外していきます。これで田の字部屋の天井を落とすことができました。で天井を落とすとですね、こうずーっと天井の上はまだ土壁が続いてるんですよね。でこの前田の字の見えてる部分ですね、土壁を落としたんですけど、それの3倍4倍ぐらい土壁がずっと続いてるんで、次の動画ではその土壁をまた壊していく動画になりますので、しばらくねちょっと解体が続くんですけど、ぜひぜひご視聴してみてください。それではこれは天井の四隅についていたものですけど、おそらくこれ煙抜きかなんかだったんですかね。結構天井にもねすがついてますんで、ここから煙が上がって、ね、天井の方に抜けてたのかなと思います。でも蚕の何かかもしれないみたいなねコメントもいただいてたんで、実際はちょっと憶測なんですけど、煙が抜けてたような感じはしました。今回宝島社から発売されている田舎暮らしの本4月号、これのですね小冊子がついてるんですけども、16ページ全ページ JP チャンネルが紹介されてます。ぜひぜひ見てみてください。